FX では難しいテクニックは不要です。順序立ててチャートを見ていけば、精度の高いトレードができるようになります。そこで今回は、2025年3月3日から6日木曜日までのチャート分析と、実際のトレード内容について解説をしていきます。この動画を最後まで見た後には、順序立ててチャートを見ていけば、FX で勝てることが理解できるはずです。ちなみに、7日の金曜日は、雇用統計があったのでトレードはしていません。そのため、木曜日までのトレード解説となっています。それでは早速行きましょう。月曜日。私の場合、今は15分足のデイトレードをしているのですが、まず1時間足の流れから見ていきます。例えば、今週が始まった時点での1時間足のチャートは、このようになっていました。大きな流れで見ると、下落トレンドなのですが、短期的には戻り高値を上抜けて、トレンド転換をしています。さらにこれに加えて、高値と安値も切り上げているので、上昇トレンドも作っています。ということは、現在の1時間足の流れだと、買いたい人が多くなり始めた状態なので、この流れに沿って私も買いを狙っていきました。この時に買いを狙っていたポイントとしては、近くにサポートラインが引ける場所があったので、そこでの押し目買いでした。このシナリオを立てた上で、ローソク足を少し進めてみましょう。狙っていたサポートラインまでレートが落ちてきました。ここで押し目買いを狙いたかったのですが、この時点でダブルトップを作っていたので、買いで入りづらい状態でした。なぜなら、ダブルトップを作ったということは、高値の更新に失敗した証拠だからです。つまり、買いの力が弱っている証拠なので、このサポートラインではそこまで反発しないか、反発しても伸びないと思いました。そのため、ここでの買いは見送りました。では、1時間足のローソク足を1本進めてみましょう。ほとんど反発せずにサポートラインを下へ抜けました。しかも15分足で見ると、次のようになっていました。直近の流れを見ると、高値と安値を切り下げているので、下落トレンドになっています。こうなると、私の場合、買うにしても、15分足でトレンド転換をして、上昇の流れを作り始めてからでないとトレードはしません。狙いとしては、戻り高値を上抜けた後の押し目買いか、逆三尊の右肩での買いになります。それでは、15分足でこの後の動きを見てみましょう。一気に上昇しちゃいましたね。これだとエントリーはできないので、再度トレードシナリオを立て直します。この時の1時間足を見てみると、次のようになっていました。この状態だと、直近の高値を更新してきたので、1時間足では上昇トレンドが継続しています。よって、トレードをするなら、買いを狙っていくのですが、押し目買いの候補が3つあります。それが次の画像の赤ラインの場所になります。現在の位置からすぐ下にもサポートラインが引けるのですが、ここだと押し目が浅すぎるので、私はエントリーをしません。そうなると、この3つの候補になります。1つ目は、戻り高値での押し目買いです。2つ目が、逆三尊での押し目買いです。そして3つ目が、押し安値での押し目買いです。ただ、2つ目と3つ目の押し目買いだと、今度は押しが深くなるので、反応しづらくなります。なぜなら、この動画でもお伝えしたのですが、押し目が深くなると、買いを狙っている人たちは、下げの勢いが強いからこのまま下がるかも、と判断して、エントリーの様子見をしてくるので、買いが入りづらくなるからです。さらにこれに加えて、逆張りで売っている人たちも、下げの勢いが強いからまだ下がるかも。じゃあ、まだ陸用せずに様子見をしよう、と判断してくるので、売りの決済も出づらくなります。これらの心理によって、レートがサポートラインまで下がってきたとしても、反発しづらくなります。そのため、この2つで買うにしても、サポートラインで少し揉み合って、これ以上下がらない、という形が出るまで待ちます。では、1時間足でその後の動きを見てみましょう。一気に下がってきて、逆三尊の右肩も少し下へ抜けてきました。これは、夜中の12時に指標があって、そこで大きめに動いたからです。この時の状態を15分足で見ると、次のようになっていました。逆三尊の右肩付近で揉み合っているのですが、
時間が夜中の1時近くになっているので、ここからは寝動きが悪くなってきます。だから、もうトレードはせずに寝ることにしました。火曜日は朝7時に1時間足でチャートを確認すると、次のようになっていました。大きく下がっていました。ここからトレードシナリオを立てていくとなると、まず1時間足の押し安値を下へ抜けています。しかも、小さいですが、高値と安値も切り下げたので、下落トレンドに入ったとみなしました。よって、狙うのであれば、戻り売りになります。そしてこの時の私の狙いとしては、朝8時以降の戻り売りです。なぜなら、私の経験上、前日に強い動きが出ると、次の日の朝はその流れを引き継ぐことが多いからです。そのため、値動きが出始める8時以降に下がる動きを見せたら、売りで入っていきます。では、朝8時の時点での15分足チャートを見てみましょう。この状態だと、微妙に安値を切り上げているので、まだすぐには入らないです。入るとしても、直近の目立った安値を下に抜けてからです。ではここからは、1分足で動きを見ていきます。朝8時の時点で1分足は、次のようになっていました。この状態だと、まだエントリーができないので、少しローソク足を進めてみます。直近安値まで下がってきました。ここから勢いが出て下がる可能性があるので、次のローソク足で直近の安値をブレイクしたら、売りでエントリーをしていきます。では次のローソク足を見てみましょう。直近の安値をブレイクしてきましたね。ということで、ブレイクをした瞬間に売りでエントリーをしました。この時の損切り位置は、本来なら直近の高値を上へ抜けた場所へ設定したいのですが、そうなると、損切り幅が少し大きくなるんですよね。だから、その手前のマイナス20ピップスで設定しました。もし損切り後に高値を超えずにまた下がってきたら、もう一回入り直せばいいだけなので。そして利食いに関しては、プラス60ピップスで設定しました。1時間足で見ると、次の画像の水色丸の位置です。利食い位置の手前に目立った安値があって、そこで反発しそうなのですが、朝だと一つ目の目立った場所は、下へ抜けることが多いです。だから、そこを下へ抜ければ、次の安値までは利益を伸ばせるので、深い方の安値に利食いを設定しました。では、売った後の動きを1分足で見てみましょう。逆行されています。これはこのまま損切りになるかなと思って見ていたのですが、その後の動きを見ると次のようになりました。なんとか耐えて下がってくれました。この時に含み益が20ピップスを超えたので、損切りを縦値に移動して、このまま利食いになるかななんてちょっとニヤついていたら、この後の動きが次のようになりました。急に戻ってきてあっさり縦値になってしまいました。含み益が30ピップスくらいあったので、ちょっと悲しかったですが仕方ないですね。そしてそこから値動きを見ていると、次のようになりました。縦値になった後に下がっていきました。おいおいマジかよなんて思って見ていたら、次のような動きになりました。また戻ってきてちょっと荒い動きです。こうなると、しばらく入れないと思って、そのまま動きを見ていたら、次のようになりました。また下がってきました。荒い動きで、結局どっちなんだよ、という感じだったのですが、よく見てみると、高値を切り下げていました。しかも、直前の上昇の動きを見ても、その手前の高値にすら届かずに下げています。これを見たときに、値動きはちょっと荒いけど、上昇する力が明らかに弱っていると感じました。しかも、全体の流れは下落トレンドなので、ここから下がる可能性が高いと見て、もう一度売りでエントリーをしました。この時の損切り位置は、直近の高値付近のマイナス20ピップスです。次にここまで上がってきたら、さすがに上に行くと思ったので、少し微妙な位置ですが、ここに設定しました。利食いは1回目のトレードの時と同じ場所で、今回はプラス50ピップスです。では、このまま1時間足で、その後の動きを見てみましょう。2回目はなんとか利食いになってくれました。しかも、利食いをした後に少し下げてから一気に戻ってきたので、利益を伸ばそうとしていたら縦値で終わっていました。
ここは運が良かったですね。そして、利食い後の動きを15分足で見ると、次のようになっていました。まだ高値と安値を切り下げていて、下落トレンドなので下がる可能性があります。だから、売りを狙いたいところなのですが、この時はもうお昼になっていました。12時以降は動きが悪くなる傾向があるので、私は基本的に3時まではトレードをせずに昼寝をしています。ということで、3時まで15分足でチャートを進めていきます。引き続き下落トレンドが続いていました。そのため、売りを狙っていきたいのですが、今の感じだと直近の高値を上抜ける可能性があります。だからトレードをするにしても、ここの高値抜けを失敗して、ダブルトップを作ってから売りを考えていきます。では、ここからローソク足をしばらく進めてみましょう。かなり微妙な感じです。直近の高値を上抜けて、短期で上昇トレンドを作ってから下がってきて、押し目の位置にいる状態です。しかもよく見ると、逆三尊もできそうな形です。つまり、ここから反転する可能性があるので、今度は買いを狙いそうですよね。でも私の場合は、逆張りの勝率があまり良くないので、この場所では基本的に買いを狙いません。買いを狙うにしても、戻り高値をしっかり上に抜けてからです。しかも、1時間足でチャートを見ると、下落の勢いが強いので、まだ下がる可能性の方が高いと感じました。むしろ、この下落の勢いなら、ここから一旦上がった後に、もう一度下がって、逆三尊を作るのに失敗した形が出た方が、一気に下がっていく可能性が高いです。それだったら、その時に売りで入っていった方が、利益も大きく狙えそうなので、ここでは買いで入ることはしませんでした。では、15分足でその後の動きを見てみましょう。押し目を作って一旦上がったのですが、直近の高値に届かずに下がってきて、ダブルトップを作りました。この形が出たことで、逆三尊を作るのに失敗したと判断しました。ここで売りたいところなのですが、今売りで入ると、直近の高値に損切りを設定した場合、損切り幅がマイナス40ピップスを超えてしまいます。今のデイトレードだと、損切り幅が広くなりすぎるので、もう一回レートが上がってきて、下がり出したらエントリーを狙っていきます。もし、ここでそのまま下へ行ってしまったら、残念ですが諦めて、次のシナリオを考えます。では、エントリーが近くなってきたので、ここから5分足で見ていきます。まず、現在の5分足が次のようになります。そしてこの後に少しローソク足を進めたのが、次のチャートになります。一旦上がってきたので、売りでのエントリーがさらに近くなりました。ここで細かい動きを見ていくので、1分足に変えてみましょう。これだとまだエントリーは微妙なので、ローソク足を少し進めてみます。ちょっと下がって、直近の押し安値っぽい箇所で反発をし始めています。ここからさらに上へ行く可能性があるので、まだ売らずに、次のローソク足を見てみましょう。下髭陽線が出たので、この場所が短期的に意識されている証拠です。ここから上昇する可能性が高いので、まだ売らずに、もう一本ローソク足を見てみましょう。急に強い陰線が出ました。これを見た時に、下がる可能性が高いと思いました。なぜなら、このローソク足の前まで、下髭陽線が出ていたので、本来なら上昇してもいいはずです。それなのに上がらずに、上昇の雰囲気をすべて否定するような強い陰線が出たということは、そこから下がる可能性が高い合図になります。よって、この次のローソク足で売りエントリーをしました。この時の損切り位置は、1分足の直近の高値を上へ抜けた場所で、マイナス20ピップスになります。ここを上へ抜けると、1分足で上昇トレンドが発生するので、そのまま上がる可能性があるからです。利食いは、1時間足で目立った安値の手前のプラス60ピップスに設定しました。では、その後の動きを見てみましょう。今回は売った後に含み損をほとんど抱えず下がってくれました。目立った安値も下へ抜けて大きく下がったので利益を伸ばせたのですが、それは結果論です。ここで反転する可能性も十分あったので、私からすれば利食いで大正解でした。そして、この後のトレードシナリオとしては、現在の1時間足の位置からだと、
サポートとなっていた目立った安値での戻り売りです。このサポートだった箇所が今度はレジスタンスになるので、ここから売りが入りやすいからです。そこで、この位置まで戻ってくるのを待っていたところ、次のようになりました。売りを狙っていた場所まで来たのですが、この時はすでに夜の11時を超えていて、寝る時間が近かったので、トレードはしませんでした。寝る前に損切りになって嫌な気持ちで寝るのも嫌ですし。水曜日の朝7時にチャートを見ると、次のようになっていました。前日に大きく下げた状態からかなり戻ってきていました。直近の動きを見ると、1時間足の戻り高値を上へ抜けているので、トレンド転換をしています。ということは、短期的には買い目線になるのですが、押し安値のレジスタンス付近に来ているので、かなりトレードはやりづらい感じでした。こういう時って、強い下落を重要視して売ってくる人と、強い反転上昇を重要視して買ってくる人の思惑がぶつかるので、揉み合いが起きやすくなります。こうなると、面倒くさい動きをしやすいので、この日はトレードをしなくていいと判断しました。するにしても、1時間足で逆三尊を作ってから買っていこうと考えていました。では、その後の動きを見てみましょう。逆三尊の右肩までレートが落ちてきたのですが、この時点ですでに夜の11時半になっていました。買いの場合、この動画で解説したように、決済までに時間がかかるので、ここからトレードをすると、寝る時間が遅くなる可能性が高くなります。だから、結局この日はトレードをせずに寝ました。木曜日の朝7時に1時間足のチャートを確認すると、次のようになっていました。前日にトレードを見送った場所から少し反発をしている状態でした。この程度の戻りであれば、まだ下落する可能性の方が高いと感じたので、朝8時以降の動きを見ながら、売りでエントリーをしようと考えました。では、ローソク足を1本進めてみます。朝7時のローソク足が陰線になったので、いい感じになりました。また、5分足を見てみると、次のようになっていました。5分足でも、高値を切り下げたダブルトップを作っていました。だから、このダブルトップのネックを、下へブレイクしてきたら売りでエントリーをするつもりでした。そこで1分足へチャートを変えて、エントリータイミングを測っていきます。ここからダブルトップのネックを下へ抜けていくかを確認するので、ローソク足を少し進めてみます。ダブルトップのネックまでレートが落ちてきました。この次のローソク足で、ネックを下へ抜けてきたらエントリーです。では、次のローソク足を見てみましょう。ネックを下へ抜けずに反発してしまいました。これだとエントリーができないので、ローソク足を少し進めてみます。さらに上がってしまいました。それでもここから下がる可能性がまだあるので、もう少しローソク足を進めてみましょう。いい線が続いていい感じになりました。ここは感覚の部分になってしまうのですが、この感じが朝に出てくると、そのまま下がることが多いです。だから、この次のローソク足で売りエントリーをしました。この時の損切り位置は、1分足の直近高値を上へ抜けた場所のマイナス15ピップスです。ここまで来ると、1分足で上昇トレンドが発生して、そのまま上がりやすくなるからです。そして、利食いに関しては、1時間足の直近の目立った安値でプラス40ピップスです。では、その後の動きを1分足で見てみましょう。エントリー直後は下がったので、このまま利食いになるかとニヤニヤしていました。しかし、この後の動きを見ると、次のようになりました。あっさり損切りになってしまいました。悲しいですが仕方ないですね。気を取り直して、次のチャンスを待ちます。ここで現在の状況を15分足で見ると、次のようになっていました。まだ下落の流れは続いていて、しかもレジスタンスがある場所に来ています。そのため、ここで上昇が止まって下がってくるようだと、15分足でダブルトップを作るので、そこで売りエントリーを構えました。では、その後の動きを見てみましょう。結局、レジスタンスを上へ抜けて、短期で上昇トレンドを作ってしまいました。しかもこの時はお昼の12時だったので、
しばらくトレードはないと判断して昼寝をしました。そして、2時頃起きてからチャートを見てみると、次のようになっていました。いい感じの形になっていました。短期では上昇トレンドなのですが、大きな流れは下落トレンドだし、ダブルトップも作っていました。さらに5分足で見ると、次のようになっていました。15分足のダブルトップの左側と右側両方で、ダブルトップを作っています。また、1分足でもチャートを見てみると、次のようになっていました。1分足でも5分足のダブルトップの右側でダブルトップを作っています。これを見たときに、こんなに何回も上へ行こうとしているのに失敗しているのは、明らかに上昇するのを嫌がっている証拠だと判断しました。だから、ここで売りエントリーをしたかったのですが、寝起きでぼーっとしてて危なかったので、少し待って目が覚めてからエントリーをしました。それが5分足で見ると、次の位置になります。この時の損切り位置は、直近の高値のマイナス20ピップスです。ここまで何回も抑えられている場所まで上がってきたら、一気に上へ抜けそうだったからです。利食いに関しては、1時間足の目立った安値の手前のプラス70ピップスです。ちなみに、この安値の手前にも、押し安値みたいな目立った安値がありますよね。ここでも反発する可能性があったのですが、何度も高値を抑えられて、明らかに上行くのを嫌がっていたのと、全体の流れが下落トレンドなのもあって、下へ抜ける可能性が結構あると判断しました。しかもそこを抜けたら、次の安値まで目立った反発場所がなかったので、その位置までは伸びると思いました。では、その後の動きを見てみましょう。ここでも含み損をあまり抱えずに、すんなり下がってくれました。しかも、利食いをした後に、さらに大きく伸びていったので、下落の勢いが強かったです。そして、利食い後のトレードシナリオとしては、目立った安値までレートが戻ってきたら、そこで戻り売りをするつもりでした。しかし、その後の動きを見ていると、次のようになりました。結局、さらに下がっていき、夜中の12時の時点で、狙っている場所までレートが戻ってこなかったので、この日は終了しました。これが木曜までのトレードです。金曜日に関しては、雇用統計があったので、デイトレードはしませんでした。まとめ。今回は、順序立ててチャートを見ながらトレードをした内容を解説してきました。結局、今週の結果としては、5回トレードをして、3勝1敗1分けでトータルの利益がプラス165ピップスでした。大衆心理を使ったトレードは、単純ですが、効果も絶大なので、使えそうな部分があれば、参考にしていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。